こんにちは、ピヨピッコです。今回はいよいよ完成編ということで、2人の髪型を作っていきたいと思います。特にキュアキッスの髪型表現はとても悩んだので、どんな風に仕上がるのかお楽しみに。まずは比較的簡単なキュアズキューンの後ろ髪から。前髪と同様に立体刺繍にします。刺繍をすることで、髪の流れが表現できるのがいいですよね。ロングヘアなので、裏側の生地が見えないように生地を貼り合わせます。これはぬいぐるみの生地屋さんの両面接着シート。アイロンの熱でシートが溶けて生地を貼り合わせることができます。これでアイロンをします。しっかり貼り付いていますね。少し張りが出ますが、適度に柔らかくて扱いやすくなります。立体刺繍の準備をします。無地の刺繍シート、髪の毛の生地、図案を描いた刺繍シートの順にセットします。ミシンのジグザグ縫いで刺繍をするので、刺繍枠は逆向きに使っています。本来はもう少し大きな生地を用意すべきなのですが、残りの生地が少なかったのもあって、ギリギリサイズになっています。一応待ち針でも固定しておきます。ずれ防止に全体をしつけ縫いします。普段は手縫いしていますが、今回はミシンの直線縫いでやってみました。やっぱり早いですね。端の方は刺繍枠に干渉してしまうので手縫いです。これで大きくずれることはなくなりました。裏から見るとこんな感じでしつけ縫いしています。ジグザグ縫いで刺繍をしていきます。縫い目は 0.3 ミリ、振り幅は2ミリです。サテンステッチで手縫いすることも可能ですが、やはりちょっと根気が必要になります。できました。裏側の刺繍シートを取り除きます。しつけ縫いを目安にして型紙を書き写します。しつけ糸、刺繍シートをすべて取り除きます。裁断ラインでカットします。刺繍部分は糸を切らないように注意しながらギリギリでカットします。はみ出ているボアもカットしておくときれいに仕上がりますよ。ズキューンの紙パーツはこれで完成です。続いてキッス。キッスも後ろ髪も同様のやり方で作りました。基本の紙パーツが揃ったので、頭部の縫製をしていきます。ボディの縫製はこちらの動画で解説しているのでチェックしてみてね。
続いて、後ろ髪の付け方です。まずは後ろ髪の3箇所のダーツを縫います。後頭部パーツは基本の作り方通り中央を縫い合わせるところまで進めます。後ろ髪をつける場合、このパーツは基本的に外側から見えません。厚みを抑えるために毛足の短い同色の生地を使うことが多いです。今回はソフトボアを使っています。後頭部パーツに後ろ髪パーツを重ねます。裏表の向きを合わせて後頭部にかぶせるようなイメージです。縫い代部分で仮縫いをします。お顔パーツと縫い合わせます。表の生地が内側になるように重ねます。生地が重なって分厚くなっているので、手縫いがおすすめ。合い印を合わせながら縫い合わせます。ぐるりと顎パーツの先まで縫い合わせられました。表にひっくり返して後ろ髪がずれていないか縫い落としていないかをチェックしておきましょう。キッスも同様に作っていきます。サクサクとお顔パーツを作っていたのですが、なんともみあげパーツをつけるのを忘れていました。ちなみにこのパーツはこのような型紙です。生地を貼り合わせてからカットしました。顔と耳の間に挟みたいので、耳と顎パーツを少しほどきます。こういう失敗もたまにありますよね。もみあげを挟んで耳を縫い直します。左右ともやり直しました。顔と後頭部を縫い合わせるときに間に挟み込む紙パーツを作ります。試行錯誤を繰り返しながら最終的にこのような型紙を作りました。このキャラの髪型ってどうやって作ったらいいですかとよく聞かれることがありますが、髪の表現は様々で実際に試作してみないとわからないことも多いです。そんな時にこのような素体があると完成イメージがしやすく便利なので一体作っておくことをおすすめします。中表で縫い合わせます。後で調節をしながら綿を詰めたいので下の方にも返し口を残しています。カーブ部分の縫い代に切れ込みを入れておきます。返し口から表にひっくり返します。角をしっかり出しておきます。左右同じものを作っておきました。位置を確認しながら顔パーツに仮縫いします。こんな感じ。
この状態で後頭部と縫い合わせます。かなり分厚くなっているので、ずれないようにしっかり固定します。これでぐるりと縫い合わせます。表にひっくり返して縫い落としがないかチェックします。大丈夫そうかな？首を縫い合わせます。こちらの足長ボディ用のトイスケルトンはパラボックスさんで販売しています。ポーズが取れるととっても可愛いボディなので、ぜひ骨入りで作ってみてね。返し口から綿を詰めます。これはちょっと紙パーツの中央の隙間が大きかったかも。綿まで入れたけどどうしても気になる。やっぱり気になるので直します。綿を詰めてみないと気づかないと切ってありますよね。今度はいい感じの隙間になった気がします。こんな感じで紙パーツが生えています。返し口から綿を入れます。程よくふわふわになるように調節しています。2本の毛をねじってヘアゴムで留めます。残りの綿を入れてピンクの返し口を縫い閉じます。黒の方はいい感じのメッシュになるように形を整えながらカットします。ねじった部分が動いちゃうので先にこの地縫いで固定してしまいます。黒のメッシュパーツを接着剤で貼り付けます。ちゃんとメッシュに見えるかな？毛足のあるボアに貼り付けたことでどうしても端がちょっと浮いてしまいますね。気になったのでかがり縫いでしっかり縫い付けておきました。
かなり難儀したキッスの髪パーツ、いい感じのシルエットになったんじゃないでしょうか。前髪パーツを貼り付けます。待ち針で位置を確認してから接着剤で固定します。ズキューンも綿を詰めました。同様に前髪を貼り付けます。ズキューンの接着剤が乾くのを待つ間にチークをつけたいと思います。これでボディの完成です。足長ボディだと女の子感マシマシで可愛いですよね。難解な髪型とニアミスの繰り返しでキッス作りには難儀しましたが、いい感じに仕上がってよかったです。ズキューンとキッスのリボンも作っていきます。中に磁石を仕込みます。音符はプラバンとレジンで作りました。続いてズキューンのリボン。こちらにも小さめの強力磁石を入れます。コピックで先をピンクにします。生地を貼り合わせてからカット。針が出てほつれ防止にもなります。ボディに綿を詰めるときに磁石を入れておいたのでくっつきます。本当は衣装も作りたかったのですが、ちょっと多忙でなかなか手がつけられず、今回はサクッと簡単にお揃いのスカートを作りました。インナー風ボディなのでこのままでも可愛いですね。今回はリトルクローゼットさんで購入したポンチョを着せてみました。双子ちゃんみたいになって可愛いです。これでズキューン、キッスの完成です。